ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA の2026年1月の新商品の中から特に注目のアイテムを紹介していきます。もうリピート買い確定しているお気に入りのアイテムもありますので、それが結構地味な商品なんですけど、 IKEA 行かれる前にぜひ見ていっていただきたいなと思います。まずはこちらのライトなんですけども、新商品でして赤と白もありますが、赤色の方はコードも赤色なんだなと気づきました。ちょっと読書灯が欲しいなと思ってたので購入することにしました。これ何がいいかって充電ポートもついてるんですよ。そのコンセントが読書灯で1個塞がるんですけど、充電もできるのでいいですよね。しかも充電は PD 対応なので充電速度が速いです。ここが角度を調節できるんですよ、頭の部分が。でスポットライト的になるので読書灯やデスクライトとしてとてもいいと思います。私はホワイトを購入しました。電球は別売りとなっています。このタイプの電球初めて買ったんですけど GU10 っていうタイプの小さい電球です。最近の動画でも紹介しているんですけど、今 IKEA はスマート電球がまた対応に切り替わっている時期で、もうすぐねこの電球も切り替わるんだろうなって思ってるんですけど、もう必要だったので現行のトロードフリースマート電球を購入してしまいました。まずはどんな工具が必要なのかをこの手順書で確認しますが、なんと組み立て不要でした。 IKEA にしては珍しいです。ケーブルは 1.5 メートルまでと書かれていました。こちらポートはですね、タイプ C のポートがついてまして PD 対応の 18W となっています。これは5色でしょうか。組み立て不要ということで箱から出して終わりです。その電球だけがねちょっと悔やまれますけども、今 IKEA のハブをお持ちでない方は新しく出るまた対応のスマート電球買われる方がいいんじゃないかなと思います。値段がどのぐらい出るかわかんないんですけど、 IKEA のハブじゃなくても使えるようになりましたのでメリットあります。ということで設置してみました。スイッチはこの頭の部分にあります。真下に角度を向けるの可愛いです。ちょっとここに観葉植物を置きたくなりますね。そしてここのポートですよね、充電できるの嬉しいです。ということでベッドサイドに設置してみました。前回の動画で紹介したこちらは新商品のリモコンです。これを使うとこのように調光ができるようになります。ただこのダイヤルホイールの操作性がちょっと難しくて慣れるまでは間違って押しちゃったりしがちです。もし寝落ちしてしまっても時間が来たらオフになるような設定にしておきました。そういう意味でもスマート電球は便利ですね。あとこちらも新商品のテープライトをベッド下につけましたけども、これもなかなかいいです。ふんわり照らしてくれるので足元を照らしてくれて便利ですし、ホコリが目立つようになったので掃除をしようという意欲が湧きます。このテープライトもスマートプラグをかませて時間でオンオフしたりモーションセンサーでオンオフするのがとても便利です。あとこの白い毛布もとても気に入っています。薄いんですけどとても暖かいです。ということで店舗に戻って新商品紹介していきます。まずはガーデングッズなんですけども、こちらは IKEA の定番商品のスプレーボトルなんですけども、赤色が色違いで出ています。シーズンごとにいろんな色が出るんですけども、今回は全部真っ赤です。いやすごくないですか。お値段相変わらず税込み99円なのすごすぎます。この商品地味にいい商品でして、私透明のをずっと使ってるんですけども、バネが結構よくって、なんだかんだこれをずっと使ってます。スリムな形状も気に入っています。このバネの軽快な感じ伝わりますでしょうか。地味なんですけどもおすすめ商品です。で同じくこちらも赤色が出ました。 IKEA PS のじょうろです。この流線形のデザインが美しい IKEA の大ベストセラーのじょうろです。今年はパキッとした赤色です。この IKEA PS というシリーズは IKEA の中でも個性的で革新的なものにつけられるシリーズ名です。クッションコーナーに可愛いものがありました。こちらはクッションカバーではなくクッション中身入りで売っているものです。枕みたいなサイズ感です。ベッドサイドに置いたらすごく可愛いだろうなっていう形で
裏がねこんなボタンのデザインもすごく可愛かったです。こちら刺繍のデザインとなってまして、すごく素敵ですよね。もちろんカバーは外せて洗濯機で洗えます。意外と IKEA はクッションカバーのイメージが強いですけども、このような中身入りのクッションも売っています。クッションカバーも新しいのがたくさん出ていまして、まずは限定コレクションのお土産コレクションから2種類出ています。この黄色とピンクの何模様っていうんですかね、格子柄みたいになってるやつ、これ生地がポコポコした生地になってて、伝わりますかね。このプリントじゃないんですよ。ちょっと立体感があって高見えします。でこちらの左の方はスウェーデンのフォークアートをインスピレーションにした現代的なデザインということです。どちらも綿 100% で生地はすごく柔らかかったです。特にポコポコした生地の方可愛いですね。あとは前回の動画でも紹介しましたけども、こちらのクッションカバー、先ほどのよりは少しお値段は高くなるんですけども、この生地がすごく可愛くて、ざっくりしたこの編み方っていうか編み目がすごく可愛いです。裏はシンプルなので全体としてはそこまでかさばらないのがいいと思いました。この鳥さん柄のクッションカバーは同じ生地でバッグも手提げバッグも出ていました。はい、こちらがお土産コレクションなんですけども、このたくさんあったブラウンのボールはですね売り切れてしまいまして、でも皆さん諦めないでください。ホームページ上からこれは限定コレクションなんですけども、入荷がある場合もありまして、ホームページ上から確認することができます。このようにスターを選ぶ場所があるんですけどもね、もう売り切れまくってますよね。すごい。前橋と、ね、立川にはまだこの時ありましたけども、このようにね選ぶと店舗によってはこのように再入荷予定日が書いてあることがあります。ここを見てください。スマホ版でも見ることができます。この時はたくさんあったこのグラスも横浜店この後売り切れてました。早かったですね。お花の形をしたフックももう全滅みたいですね、ほとんど。この正面も横浜店は売り切れてましたが、店舗に行く前にぜひオンラインのあそこの部分で在庫チェックしてみてください。キッチンコーナーです。今季まな板がいろいろ出てまして、こんなプラスチック製の分厚いまな板が出ていました。ちょっと重ためなので安定感がありそうです。またプラスチックなので食洗機対応となっています。明るいオレンジでとても可愛いです。薄いペラペラのまな板すごく便利だっていうお声いただくんですけども、分厚いまな板って初めて紹介した気がします。もう一つおなじみのシリーズなんですけども、こちらは新色として可愛い2色セットが出ていました。ミニサイズのまな板ってちょこっと使いたい時に意外と便利なんですよね。こちらかなり驚いたんですけど、 IKEA から超高スクリーンが出ていました。こちらなんですけども、こう上下させることによってこのしましまが重なったり重ならなかったりすることで調光できるよというものなんですが、私もニトリ製のをリビングで使ってまして、もう引っ越してからずっとニトリのを使ってるんですけども、チェーン式の紐チェーンがついてまして、それがねやっぱちょっとインテリア的に邪魔だなと思ってたので、 IKEA はそのチェーンがないのでそれがとてもいいなと思いました。すごくすっきりしててめちゃくちゃいい。ただ日本だけかもしれないんですけども、幅の展開がこれしかなくって、やっぱりアメリカのサイト見たらめちゃくちゃ種類ありますね。122センチ幅とかも他の国では売ってるみたいです。日本にも来てほしいな。こんな感じで上下手で直接上下させることができてとてもスムーズでした。高い位置はどうすんねんってことなんですけど、それはそれ用の棒が売ってます。IKEA 意外とロールスクリーンたくさん種類が売ってまして、この遮光のロールスクリーンはシンプルな白のものはプロジェクター用のスクリーンとしてもおすすめです。 IKEA なら2メートル幅まであります。意外と2メートル幅売ってないんですよね。しかもお手頃価格なんですよ。
あと私寝室に使ってるのがこちらのハニカムシェードでして、こちらこのようなハニカム構造になってまして、断熱層になっているというものです。結構柔らかく光は取り込んでくれるし、視線を 100% 遮ってくれるので気に入っています。もうね多分3年以上使っていると思うんですけど、こう手で上げ下げすることができてどこでも止められます。こちらは結構幅のバリエーションあります。そしてこちらがもうリピート確定の新商品なんですけど、めっちゃ地味でしょ。これはセンサーライトなんですよ。これがね2個セットでこのお値段で買えて、すごく機能的でデザインも良くて、いやこれぞ IKEA って感じで気に入りました。充電式乾電池を使います。単3の充電式乾電池を用意します。 IKEA の充電式乾電池はメイドインジャパンです。充電式乾電池を使うと充電が切れた時にまた充電するのがめんどくさいって思うと思うんですけど、その通りなんですが、ただこの商品はなんと10秒で消えます。なので多分長持ち結構するんじゃないかなと、そんな頻繁に充電をしなくていいんじゃないかなと思ってます。相変わらずこの手順書はシュールですね。クロスは傷つける可能性があるので注意ということです。あと両面テープは5秒しっかり加圧することと書かれています。どこにつけようかっていうことなんですけど、こちらの食器棚の中につけようと思います。このように照明がちゃんと斜め下に向いているので、すごいね中を奥まで照らしてくれます。奥がよく見えるって大事ですよ。いや意外と奥スペースあるやんって分かりましたから、まだお皿買えるなとかね。あとこの反応速度も素晴らしいです。はい、ちゃんと10秒経ったら消えるか見ています。消えました。デザインもすっきりしていて邪魔にならなくていいと思います。で充電をまたする時なんですけど、このようにしてホルダーから本体だけ外すことができます。充電する時はこのようにして本体を外します。この両面テープがゲルテープっていうんですか、結構強力なタイプでした。もう一つも隣の食器棚につけました。結構こちらは幅広の棚なんですけども、しっかり照らしてくれました。こういう照明でもう一つおすすめなのがあって、こちらなんですけど、こちらは私の IKEA 商品保管庫となっておりまして、この上についてるこの照明がですね、こちらもセンサー式になってます。で結構明るいんですよ。かなり全体を照らしてくれます。これはかなりおすすめです。これはオンオフ、手動でオンオフも切り替えられるし、オートと3つのモードで切り替えることができます。でこれすごくデザインがもう本当にシンプルで最強だなと思ってて、であとこうやって外せるんですね。これもでここに直接タイプ C を挿して充電式乾電池を充電することができるんです。で今回食器棚に設置しましたけども、こういうところにねちょっともう一個足してもいいかなと思ってるんですよね。ちょっとこのね照明だとちょっと明るすぎるかなって、ちょっと明るすぎるかなと思ったんで、はい、ここにもさっきの食器棚につけた方を追加しようかなと思ってます。ちょっと汚くてとても映せなかったですけども、このベンチ下はこのライトがバーの方が明るくていいかなと思いました。広い箇所にはこっちがおすすめですね。ただこれはネジで留める必要があります。この留め具の方がですね、そこだけ注意が必要です。あと価格差はだいぶありますね。こちらは60秒後に消えます。すごく可愛い新商品が出ています。こちらフレームコーナーなんですけども、これラタンの素材のフレームなんです。いや今までなかったですよね。こちら縦でも横でも使えるデザインとなっています。この白い台紙もついてるのが嬉しいです。台紙を使う場合 21×30 センチのアートが飾れます。もう一種類こちらのシリーズから出てまして、少し小さいんですけどオーバル型で、こちらもとてもおしゃれです。これは写真でいうところの 2L サイズ 13×18 センチ
のがちょうどいいサイズです。使いやすいですね。このようにスタンドもついています。次は大型家具ソファーなんですけども、これはやばいですよ。イエテボというソファーシリーズがありまして、個人的には次買い替えるならこれだなと思ってるぐらい好きなシリーズなんですが、中が収納になってまして、さらにこの四角い衣装がとても素敵なのと、こう背もたれがない形が部分があって、ここがねすごくいいなと思ってるんですよ。どっちからでも座れるっていう。で今回ねカバーリングが新色たくさん出ました。これは大ニュースじゃないですか。特にこの白ですよ。これがもうちょっとこの生地感伝わりますかね。ブークレ素材っていうんですかね。ちょっとポコポコした表情のある可愛らしい色なんです。素材なんです。白いソファーってやっぱ汚れが気になるところがあると思うんですけど、こちらねカバーリング変えれるっていうところがとてもメリットだと思います。白以外にもいろんなほんと素敵な柄、カラーが出ていまして、今までこのソファー気になってたけど欲しい色がないなと思ってた方、ぜひチェックしてください。一気にバリエーションが増えています。このソファーほんとめっちゃ推しなので大ニュースです。横浜店には白色のカバーリングのかかった実物はなかったんですが、オンラインサイトで見るとこんな画像が上がってて、やっぱり素敵ですよ。インスタのストーリーズに紹介したらもうキエーっていう悲鳴の DM をたくさんいただきました。結構このソファバリエーションも豊富なので、ネイスタイプだけとかも買えるので、お部屋に合わせて選ぶことができます。ちょっと古い映像にはなるんですが、こちらのソファーを使ったルームセットを紹介します。こんな感じで、このどっちからも腰掛けられるっていう意味伝わりますかねこういう置き方ができるのですごくいいなと思ってます。しかも中収納っていうのがね機能的でいいなと思います。だいぶ前に紹介したこちらのキャンドル、タイプ C が直接させないって文句言ってたんですけど、検証しているんですが1ヶ月以上経っても電池が切れません。はい、3時間タイマーを設定しています。これだけ持つなら電池の交換ちょっとねドライバー使わなくちゃいけなくても許すかなっていう気持ちでいます。こちらのキャンドルスタンドどこのですかってすごい聞かれましたが、こちらは IKEA です。ただ IKEA ジャパンでは売ってなくて他の国では売ってる場所もありますので、ぜひご旅行などのついでに IKEA 寄ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回も待望の春の新作いっぱい出てきますので、ぜひ楽しみにしていてください。またすぐ次の動画でお会いしましょう。